、今私は夜の東京駅に来ています。今回は日本で唯一定期運行する夜行寝台特急列車の最安座席に乗ってみたいと思います。車内販売はないので、事前に飲み物や軽食を買っておきます。今回乗るサンライズ瀬戸出雲は21時50分に東京を出発します。列車はその25分前にホームに入線してきます。日本で唯一毎日運行する寝台列車サンライズ瀬戸出雲。とても人気のため、切符は発売直後に売り切れてしまうそうです。サンライズには様々な寝台タイプがあります。今回体験するのはこちらののびのび座席。寝台料金がかからない一番安い雑魚寝スタイルのシートです。のびのび座席はこのような上下2段構造になっており、隣の区画とは素通しですが、頭の部分だけは区切られています。ベッドはなく、カーペットの上で直に寝る形になります。上部には読書灯と室内灯のライトが2つ。ドリンクホルダー付きのテーブルと使い捨てのコップ。空調設備は各区画ごとについていました。広さはこのくらい。一晩寝るだけなら十分な広さです。カーペットは固めと聞いていたので、100円ショップで買った簡易クッションを持ってきました。座席にコンセントはなく、共同用コンセントが通路に3カ所ありますが、使用する際は車掌さんに一声かけましょう。それぞれの座席には枕カバーと薄めの毛布が用意されています。ただし枕はありません。この空間で自分なりに寝やすくなるよう工夫する必要があります。私の場合、床が硬いと感じたので毛布を敷布団代わりにしました。そしてシワになってもいい衣類を枕代わりにし、その上に枕カバーをかけました。あとは着てきた上着を掛け布団にして眠ることにします。車掌さんが切符をチェックしに来ました。では車内の探検をしていきましょう。サンライズは14両編成です。そして全車両2階建て。のびのび座席はこんな感じの配列です。4号車には一番人気の A 寝台シングルデラックスと B 寝台サンライズツインがあります。こっちは地下に。こちらはシャワー室。
シャワーを浴びるにはシャワーカードが必要です。シャワーカードは枚数が限られているためすぐに売り切れになります。こちらは前回シャワールームを使用した時の様子。お湯が出る時間は6分間で、使用途中でお湯を止めている間はカウントも止まります。脱衣場にはドライヤーも備わっていますが、タオルは自分で用意しておく必要があります。サンライズには車内販売はありませんが、飲み物の自動販売機があります。お茶とコーヒーと。こちらはラウンジ。のびのび座席では隣の人との距離が近く、物音や食べ物の匂いなどに気を使うので、3号車にあるラウンジで休憩します。ラウンジでゆっくりしたらのびのび座席に戻ります。列車は通過駅を順調に通過していきます。ここで乗務員交代のため一旦停車します。かつて日本には寝台列車がいくつも走っていましたが、飛行機や新幹線などの交通の発展に伴い徐々に減っていきました。そして唯一定期運行するこのサンライズ瀬戸出雲が残ったわけです。貴重な存在なので今後も頑張って走り続けてほしいなと願っています。そろそろメイクを落として寝る準備をします。深夜でも通路の照明はついているため、カーテンを閉めて光を遮断します。席に戻ると周りの人たちはすでに就寝していました。ちなみに隣の席は女性でした。のびのび座席は若い男性が多いのかなと思っていたのですが、格安で寝台特急を体験できるということで、老若男女問わず人気なようです。持参したアイマスクをつけます。それではおやすみなさい。ご乗車ありがとうございました。まもなく岡山です。お降りの際は車内にお忘れ物のないよう。ここでサンライズ出雲と瀬戸が切り離されます。切り離しのシーンを見る人たちで大にぎわいです。高松行きのサンライズ瀬戸が出雲市行きのサンライズ出雲より先に発車するので、車内に戻るようアナウンスされます。切り離しイベントを最後まで堪能したい人はサンライズ出雲に乗ります。今回格安座席に乗ってみて思ったより寝心地が良かったです。私は2階だったので結構揺れるかなと思ったんですけど、想像よりも揺れが少なくてちゃんと寝ることができました。
床が硬めなので少し背中は痛かったけど、自分なりに工夫すればもっと寝やすい方法があるんじゃないかなと思いました。移動時間を素敵な旅のイベントに変えることができたサンライズエクスプレス。興味があればぜひ乗車してみてくださいね。それでは今日の動画は以上です。バイバイ。